こんにちは。本日はセミナーにお招きいただきありがとうございます。弊社 H コーテックスの開発者であるネズ・ニコライと私渋谷直樹が今回のセミナーの担当となっております。早速ではありますが、今日の題目でもある低遅延のディープニューラルネットワーク推論のためのダイナミックニューラルアクセラレーター IP とコンパイラーメラについてのセミナーを始めさせていただきます。まずは H コーテックス株式会社の紹介になります。弊社は2019年に設立された H 環境に特化した AI スタートアップです。代表取締役社長兼 CEO のダスグプタ・サキャシンガ博士によって創立されました。弊社独自のダイナミックニューラルアクセラレーター AI プロセッサーと自動化された AI モデル最適化のソフトウェアエンジンを開発しています。東京での開発がメインではありますが、シンガポールにもオフィスがあり、また、米国においても弊社のエンジニアが開発に携わっております。2020年以降、米国のザイリンクスとパートナーとして、特に US チームと連携して開発を行っております。さて、本日ご紹介するのは、メインのプロダクトである推論アクセラレーター IP、ダイナミックニューラルアクセラレーター、略して DNA と、それに付属するディープニューラルネットワークのコンパイラー、メラになります。次に、弊社のデザイン原則とミッションを紹介いたします。弊社のデザインの原則として、ソフトウェアとハードウェアの親密な結合を目指したコデザイン、協調設計を掲げています。また、弊社のミッションは、クラウドレベルのパフォーマンスを組み込みエッジにもたらし、低遅延、低コスト、エネルギー効率の良いディープニューラルネットワーク推論の実現を目指しています。さて、エッジインテリジェンスというと、皆様はどのような市場を想定するでしょうか。弊社では、自動運転、ドローン、産業用ロボット、スマートシティなど、多様な市場を想定しており、ターゲットとして重点を置いております。また、5G などによってテレコエッジの活用が加速化され、さらに市場が拡大されることを予測しています。このような複雑多様な環境に通用する AI 推論のための演算回路は、どのような性能が必要でしょうか。弊社の IP は、高速かつ低電力のディープニューラルネットワーク推論のためのデータフローアーキテクチャを採用しており、特許取得も果たしております。スケーラブルな設計で、毎秒数トップから毎秒50トップ以上などカスタマイズが可能です。タイル、チャンネル、フィルターなどの次元での並列処理による高い計算稼働率がある上、実行時に再構成することで新しいワークロードに適用できます。チップ上のデータを再利用し、外部通信を削減しつつ、HBM、ハイバンドウィスメモリーなどの外部メモリーの活用によって、ネットワークサイズに制限がありません。8ビット整数用に最適化された命令セットで量子化されたトレーニング済みのモデルに対応します。また、後ほどになりますが、この IP を FPGA 上で実現したものによるデモを紹介していきます。なお、FPGA に関しては、ザイリンクス社の Vitis をサポートする FPGA ボードであれば、簡単に展開が可能です。例えば、ザイリンクス社の MPSoC および Alveo FPGA アクセラレータカードが利用できます。では、
Xilinx 社の Albeo U50 を使用した構図の例を見ていきましょう。エッジでのリアルタイムアプリケーションでは、高解像度の入力から低遅延で推論する必要があります。この図は、そのようなリアルタイムアプリケーションの一例として、オブジェクト検出を行う構図を示しています。左上にあるカメラからフル HD のデータを受け取り、オブジェクト検出の結果を左下のモニターに表示します。ホストには Ubuntu の OS がインストールされており、Python や C++ などのプログラムから中央赤色の FPGA ボード上で稼働する弊社の DNA AI 推論演算回路を利用することができます。この FPGA ボードでは、Xilinx 社の Albeo U50 が PCIe カードに接続されて対応しています。また、DNA のインストールは Docker による容易な展開が可能で、オンプレミスや Nimbix サーバー上で利用できるようになっています。このような構図により、Xilinx 社の Vitis プラットフォームを備えた FPGA をサポートできます。なお、MPSoC タイプと PCIe ベースの Albeo FPGA の両方が可能です。次に、DNA の FPGA 向けの製品である DNA F シリーズについてご紹介いたします。DNA F シリーズは FPGA 向けに最適化された推論アクセラレーターでビットストリーム形式で提供されています。現在リリースされているのは F100 と F200 のビットストリームです。整数型8ビットで F100 は毎秒 2.4 トップ、F200 は毎秒 3.7 トップの性能が出ています。ビデオカメラなどからの画像をフレームごとにバッチサイズ1で低遅延でリアルタイムに推論処理するように最適化された製品です。ResNet、YOLO、SSD、MobileNet、FPN、Monodeps など標準的な畳み込みニューラルネットワークをサポートしています。例えば、ポイントワイズ畳み込みと Depth ワイズ畳み込みが利用可能です。その他にも、このリストにあるように、様々な演算子をサポートしております。また、ReLU、ReLU6、H-Swish、ReQReLU といった一般的なアクティベーション関数の対応をしております。なお、右図にあるように、Paltech 社から Xilinx Albeo U50、U50LB ベースのスターターキットが販売されるので、リアルタイムアプリケーションの環境がハードとソフト込みで利用可能になります。さて、前述いたしましたが、これらの機能を持った DNA-F100 と DNA-F200 は、弊社の Docker コンテナを使用することで、オンプレミスや Nimbix クラウドにディプロイすることができます。これらのコンテナには、次に紹介する弊社のコンパイラー Mera が含まれています。DNA-F100 と DNA-F200 の Docker コンテナでは、弊社の Mera コンパイラーが設定済みです。Mera コンパイラーは、一般的な機械学習エンジニア向けに設計されており、右図にあるようにいくつかの層に分けて構成されています。オープンソースで成熟したコンパイラーのフレームワークである Apache TBM をベースにしており、TBM は PyTorch をはじめ様々なディープラーニングフレームワークに対応しており、一つのベンダーに縛られることなく拡張性に優れています。また、Python や C++ のプログラムとのスムーズな統合が可能です。TBM では実行環境に合わせて様々なバックエンドがサポートされています。例えば CPU 環境では LLVM、GPU 環境では CUDA、Apple の環境では Metal など、ディープニューラルネットワークの最適化が可能になっています。
TBM フレームワークでは独自のバックエンドを組むことができ、弊社の DNA アクセラレーターは TBM のバックエンドの一つとして利用可能になっております。メラコンパイラーを使うと、簡単な API の呼び出しで CNN モデルをディプロイし、DNA アクセラレーターで使用可能な形にコンパイルして、共有ライブラリーのファイルをビルドできます。現在、PyTorch のモデルをサポートしており、特別なトレーニングも必要なく、量子化されたモデルであれば、コンパイル可能になっております。また、IP 上でサポートされていない演算子は自動的に振り分けて、ホストの CPU で実行します。メラコンパイラーには、インタープリターとシミュレーターも付属しております。インタープリターでは、DNAIP と互換な演算をハードウェアなしに実行し、精度の評価を行うことができます。シミュレーターでは、サイクル精度なパフォーマンステストをハードウェアなしに実行できます。これによって、テストやデバッグなどがハードウェアなく可能で、開発時間の短縮の手助けとして役立てることができます。続いて、メラコンパイラーを使用する流れを紹介いたします。メラコンパイラーには複数のコンポーネントがあり、これらを統合してディープニューラルネットワークのコンパイルを行っています。では、それぞれのステップを追っていきましょう。まず、ディープラーニングのフレームワークによる量子化とキャリブレーションを施したモデルを読み込みます。現状では PyTorch のモデルが利用可能になっています。また、その他のフレームワークのサポートも近日公開予定になっています。読み込まれたモデルは、グラフ構造を解析することで、ハードウェアに依存しない最適化が施されます。例えば、実行以前に計算可能な数値などをあらかじめ処理していきます。その後に、ハードウェアに依存する部分の最適化を行います。ここでは、複数の演算子を一つに結合して、ハードウェアで効率よく実行するための命令を生成したり、なるべく内部メモリーを有効的に使用するためのメモリー使用の最適化を行います。また、並列処理を最大限にするために、命令実行のスケジュールを静的に行えるようにします。さらに、ホストの CPU で実行する演算子とアクセラレーターで実行する演算子の割り当てをします。これらのステップを通して、最終的には実行可能な共有ライブラリーのファイルを生成することができます。では、PyTorch の不動小数点32ビットモデルがコンパイルされる様子を別の視点から見ていきたいと思います。この図では、1、2、3と3つのステップでメラコンパイラーを使用して PyTorch モデルをコンパイルする例を示しています。ステップ1の部分は標準の PyTorch の量子化とJITトレースであり、弊社のメラコンパイラーや DNA からは独立した部分になります。よって、機械学習エンジニアは DNA や FPGA についての詳細を気にする必要がありません。つまり、PyTorch の標準ツールだけを使うステップになります。ステップ2では、入力画像のサイズの指定とともに、ステップ1で準備されたモデルをメラコンパイラーに受け渡します。この際に、コンパイルのターゲットとして、ハードウェアかインタープリターかシミュレーターかを指定します。ステップ3では、コンパイルされたモデルから共有ライブラリーのファイルをディプロイ用のフォルダーに生成します。以上で DNA アクセラレーターとメラコンパイラーの概要の説明が終わりました。ここからは実行スピードの結果やデモビデオを紹介いたします。
DNAF200 では大幅にエンドツーエンドの遅延を削減できます。オレンジ色のグラフはXilinx社の DPU を 333MHz で使用した場合の処理速度をミリ秒で表示しています。また、参考に FPS も記載してあります。青色のグラフは弊社の DNAF200 を 300MHz で実行した結果です。なお、推論の際のバッチサイズは1になっており、ストリーミングデータを使用したリアルタイム推論を想定しての評価になっております。このグラフによって示されている通り、DNAF200 はリアルタイムアプリケーションでの処理速度がXilinx社の FPGA である Alveo U50 上で DPU よりも速いスピードが出せることが理解いただけると存じます。DNAF200 ではオブジェクト検出や画像分類など画像処理系のモデルでコンパイル済みの例が存在するので、いくつかデモを紹介したいと思います。まずは単眼カメラからの入力を使った深度の推定のデモを紹介いたします。使用されているモデルはモノデプスと呼ばれ 1.9 トリリオンのマック数があり、かなり大きなモデルになっています。このモデルをメガカンパイラーでコンパイルし、前述したようなリアルタイムアプリケーションの環境を使って FPGA を稼働して実行しています。それではビデオを開始します。左側がビデオ入力の画像です。右側は深度を色で表現しています。近くにあるものはより明るく、遠くにあるものは暗い色で表現されています。いかがでしょうか？このような大きなモデルも高速に実行できていることが確認できましたでしょうか？次に、オブジェクトの認識のデモを紹介します。こちらは、モバイルネット V2 ベースの SSD をメガコンパイラーでコンパイルし、人物のいる場所を確認しております。それではビデオを開始いたします。かなりの高速で実行されていることが確認できると思います。この他にも、弊社では、用途 V3 でのオブジェクト認識モデルをテストしています。ご興味のある方は、弊社までご連絡ください。それでは次に、パルテック社の Alveo U50 スターターキットの紹介をさせていただきたいと思います。パルテック社の Alveo U50 スターターキットでは、プロプラス、プロ、スタンダードの3つの製品があり、プロプラスが最も機能が豊富で高速になっています。どの製品もメガコンパイラーを含み、DNA の評価版ライセンスは30日間無料になっております。ライセンスに関する連絡先は dna-ip@hcortex.com までお願いいたします。ダイナミックニューラルアクセラレーター IP はXilinx社の Zinc ウルトラスケール MPSoC でも利用可能です。右の写真は AI エクスポ東京2020での弊社ブースからのものになります。Xilinx ZCU104 を使用したデモになっており、AX 相互接続を介してシステムに統合され、ディープニューラルネットワークの推論タスクを実行しています。こちらは、より正面から見た画面で FPS の数値が見えると思います。Xilinx MPSoC での DNA-IP についての問い合わせは、弊社のメール dna-ip@hcortex.com までお願いいたします。最後になりますが、詳細情報を見つけるための重要なリンクをご紹介させていただきます。DNA F100 と
DNAF200 のビットストリームを使用するメラコンパイラーのサンプルスクリプトを GitHub で公開しております。また、使用版やライセンスなどに関するご相談に関しては、弊社のメール dna-ip@hcortex.com までよろしくお願いいたします。なお、Nimbix では DNAF100、DNAF200 を設定済みクラウド用 Docker 環境を利用可能です。Alveo U50 スターターキットに関しては、株式会社パルテックにお問い合わせください。最後までご清聴ありがとうございました。ご質問などございましたら、後ほどの Q&A セッションで、渋谷直樹と根津ニコライが受けたまわります。